試合は、まさかの展開から始まりました。誰もが、この試合がここまで劇的な結末を迎えるとは思っていなかったでしょう。相手はアリゾナ、ダイヤモンドバックス、ドジャースにとって、決して簡単にはいかない相手です。序盤から両チームが激しくぶつかり合い、スタンドには張り詰めた空気が漂っていました。一つのミスが流れを変える。一本の長打が試合をひっくり返す。そんな緊張感の中で、ドジャース打線は必死に突破口を探していました。しかし、思うように得点へつながらない。打席に立つ選手たちは、ダイヤモンドバックス投手陣の前に苦戦を強いられます。そして時間だけが進んでいく。球場にいる誰もが、次の一打を待っていました。ところが、この時点ではまだ誰も気づいていません。この後、球場全体の視線がたった一人の男に集まることを、その男の名前は、大谷翔平。ただ、この日の大谷は、最初からいつも通りの形で打席に立っていたわけではありません。試合の流れを見守りながら、出番を待つ。ベンチから戦況を見つめる大谷。その姿を見ていたファンの間にも、少しずつ期待が膨らんでいきます。大谷はいつ出てくるのか、この状況を変えられるのは誰なのか、そんな空気が球場を包んでいました。そして試合が進むにつれ、その瞬間は少しずつ近づいていきます。ドジャースに必要なのは、たった一本の大きな一打、流れを一気に変える何かでした。しかし、野球というスポーツは、そう簡単には奇跡を起こしてくれません。打席に入れば、投手との1対1、カウントが一つ進むたびに、打者の選択肢は狭くなる。そして球場の空気は、さらに重くなっていきました。それでも、大谷翔平は動じません。どんな場面でも、自分の出番が来るまで準備を続ける。その姿は、まさに勝負師そのものです。そしてついに、その時がやってきました。ベンチが動く。スタンドがざわつく。次の打席に向かう選手が告げられた瞬間、球場の雰囲気が明らかに変わりました。大谷翔平、ここで代打として登場です。一瞬、時間が止まったような感覚。そして次の瞬間、スタンドから一斉に歓声が上がります。大家が、まるで球場全体が、その一人を待っていたかのようでした。これほどの場面で、代打として送り出される大谷翔平。もちろん、相手も分かっています。大谷に打たせてはいけない。何としてでも抑えなければならない。ダイヤモンドバックスのバッテリーにも、緊張が走ります。投手は慎重にコースをつく。大谷はじっとボールを見る。一球。そして、また一球。球場に響く歓声が、次第に大きくなっていきます。誰もが思っていました。ここで何か起きるのではないか。しかし、野球は最後まで何が起きるかわかりません。大谷が打席に立ったかといって、簡単にホームランになるわけではない。ましてや、チームの命運がかかった場面です。一つ間違えれば、試合終了。一つ捉え損ねれば、最後のチャンスが消えてしまう。それでも、大谷の表情には焦りがありませんでした。バットを握り直す。呼吸を整える。そして投手を見据える。球場にいる何万人もの視線が、大谷翔平へと集中していきます。ここで打つのか、それとも、相手投手が上回るのか、緊張感は限界まで高まっていました。そして、投手がセットに入ります。スタンドが静かになる。さっきまで響いていた歓声さえ、ほんの一瞬だけ消えたように感じられます。大谷は構えた。投手が腕を振る。ボールが来る。そして、バットが動いた。打球は強烈な勢いで飛び出していきます。一瞬、誰も動けませんでした。これは、打球の行方を追う大谷。ベンチも立ち上がる。スタンドのファンも一斉に打球を見つめる。そして、その瞬間、球場の空気が完全に変わりました。大谷翔平が放った一打が、試合の流れを大きく揺さぶったのです。しかし、まだ終わりではありません。むしろ、ここからが本当のドラマの始まりでした。まさか、ここから逆転するのか、誰もがそう思い始めた。その直後、ドジャースベンチから、さらに大きな動きが起こります。試合は、まだ終わっていない。そして大谷翔平の一打が、眠っていた球場を完全に目覚めさせていくのでした。ここから、球場の熱気は一気に頂点へ向かっていきます。大谷翔平が放った打球。その瞬間から、試合の空気が明らかに変わりました。それまで追い詰められていたドジャース。しかし、
ほんの一瞬のプレーをきっかけに、選手たちの表情が変わっていきます。ベンチから声が飛ぶ。スタンドからは大歓声。そして、ダイヤモンドバックス側にも緊張が走ります。野球では、一度流れが変わると止まらないことがあります。たった一本のヒット、たった一つの出塁、そこから連続してチャンスが生まれ、気づけば試合そのものが別物になっている。まさに、この試合がそうでした。ドジャースは最後まで諦めない。選手たちは次々と勝負を仕掛けていきます。そして、試合は運命の終盤へ。スコアボードを見つめるファン。時計を見る。残されたチャンスは、決して多くありません。ここで一本が出なければ終わる。そんな状況でした。ところが、ドジャースには最後の切り札が残っていました。大谷翔平。代打で登場した男が、チームに再び火をつけたのです。スタンドからは、もう一度何か起きるのではないか、という期待が膨らんでいきます。しかし相手も必死です。ダイヤモンドバックスは逃げ切りたい。ここまで積み重ねてきた試合を、このまま終わらせたい。だからこそ、一球一球が勝負になります。投手が投げる。打者が待つ。ベンチが見守る。そしてスタンドが息を飲む。この繰り返し、まるで映画のクライマックスを見ているような時間でした。そして、ついにドジャースに大きなチャンスが生まれます。一人が出る。さらに一人。塁が埋まっていく。そして気づけば、走者が三塁まで埋まる状況。球場がどよめきました。まさか、本当にここまで来たのか。ドジャースに、最後の一撃を放つチャンスが訪れたのです。満塁。この場面ほど、打者にとって重い状況はありません。一本のヒットで同点。長打なら逆転。そしてもし、スタンドの奥まで届けば、試合そのものを終わらせることができる。しかし、相手投手もそんな簡単に勝負してくれるはずがありません。ボール球を使う。コースを外す。慎重に慎重を重ねる。それでも打者は逃げない。ドジャースのベンチも、全員が立ち上がったような緊張感に包まれていきます。そして、スタンドからは大谷翔平の名前が響き始めます。大谷、翔平。その声が少しずつ大きくなっていく。まるで球場全体が、一つの意志を持っているかのようでした。そして、運命の一球が投じられます。打者が振る。打球は高く舞い上がる。一周。誰もが打球の行方を追いました。そして、大谷翔平が再びバットを振り抜いた。打球は、ぐんぐん伸びていきます。外足が下がる。さらに下がる。しかし、それでも追いつかない。スタンドが一気に立ち上がる。入るのか。入る。その瞬間でした。打球がフェンスを越えた。ホームラン。しかも、さよなら。そして、なんと満塁ではなく、チームを一気にひっくり返す劇的な一発。大谷翔平、27号。さよならスリーラン。球場が爆発しました。さっきまでの緊張感が、一瞬で歓喜へと変わります。選手たちはベンチから飛び出す。ファンは総立ち。大谷はゆっくりと走り出す。しかし、その表情には驚きと確信が入り混じっていました。まさか、ここで決めるのか。そう思った直後、本当に決めてしまった。これこそ、大谷翔平という男です。追い込まれたドジャースを救う。最後の最後で試合をひっくり返す。そして何より、代打という特殊な状況から、この大舞台を自らの一打で締めくくったのです。球場の熱狂は、もう止まりません。大谷がホームへ向かうたび、歓声はさらに大きくなる。一塁を回る。二塁へ。三塁へ。そしてホームへ。待っていたチームメイトたちが、大谷を迎える。次の瞬間、ウォーターシャワーが飛ぶ。仲間たちが大谷を取り囲む。そして球場全体が、大谷翔平の27号サヨナラスリーランを祝福します。信じられない光景でした。試合終盤まで苦しい状況だったドジャース。しかし、最後に笑ったのはドジャースでした。そして、その中心にいたのは、やはり大谷翔平。代打で登場し、流れを変え、最後には決定的な一撃。これほど劇的な展開を、誰が予想できたでしょうか。しかし、まだこの試合には、語り尽くせない瞬間があります。なぜ大谷の一打がここまで大きな意味を持ったのか。そして、なぜ球場全体があそこまで異様な熱狂に包まれたのか。答えは、最後の最後まで諦めなかったドジャースの姿にありました。そして大谷翔平が見せた、あまりにも強烈な勝負強さ。
この男は、またしても、ここしかない、という瞬間に現れたのです。そして迎えた、試合最後の瞬間、大谷翔平が放った27号サヨナラスリーラン。その打球がスタンドへ消えた瞬間、球場は完全に別世界へと変わりました。歓声、叫び声、拍手、そして、信じられないという表情でグラウンドを見つめるファン。まさに、球場全体が揺れているようでした。ここまでの展開を考えれば、なおさらです。ドジャースは簡単には流れをつかめませんでした。ダイヤモンドバックスも最後まで粘り、試合を自分たちのものにしようとしていました。ところが、最後の最後で運命が動いた。その中心にいたのが大谷翔平でした。しかも、この日の大谷は、最初から全てを託されていたわけではありません。代打として出場。つまり、限られた1打席に全てをかける状況です。通常の打席とは違う。準備する時間、相手投手との駆け引き、球場のプレッシャー、全てが一気に押し寄せる。それでも、大谷は打席に立った。そして、バットを振った。ただそれだけ。しかし、その一振りが試合を変えました。27号ホームラン。しかもサヨナラスリーラン。これ以上ないほど劇的な結末です。スタンドのファンも、まだ興奮が収まりません。大谷を迎えたドジャースの選手たちも、まるで子供のように喜んでいます。それほどまでに、この一打には意味がありました。勝負が決まった瞬間、大谷の元へチームメイトが次々と駆け寄ります。誰もが笑顔。誰もが叫んでいる。そして、その中心で大谷翔平も笑顔を見せます。この瞬間だけは、すべてのプレッシャーから解放されたようでした。しかし、少し冷静になって振り返ってみると、さらに驚かされます。大谷は、ただホームランを打っただけではありません。チームが苦しい時に出てきて、最も大きな一打を放った。それも、試合の勝敗をその場で決めるサヨナラ弾です。これほどの場面で結果を残す。それこそが、スーパースターの条件なのかもしれません。もちろん、野球は一人では勝てません。ドジャースの選手たちが最後まで諦めなかったからこそ、このチャンスが生まれました。ベンチの声、走者の判断、打者の粘り、そして、最後に大谷が仕留める。全員で繋いだ試合を、最後の一振りで完成させたのです。だからこそ、27号サヨナラスリーランには、単なる一本のホームラン以上の価値があります。それは、試合の流れを変えた一打、チームを救った一打、そして、球場にいたすべての人の記憶に残る一打でした。大谷翔平がダイヤモンドを一周する姿を見ながら、誰もが同じことを感じていたはずです。またやった。そう、大谷翔平は、またしても劇的な瞬間を作りました。普通なら、ここで終わります。しかし、大谷翔平の物語は、いつもここからさらに大きくなっていきます。27号、さよなら、スリーラン、代打、そして劇的逆転。一つ一つの言葉を並べるだけでも、この試合がどれほど異常な展開だったのかがわかります。最後まで何が起きるかわからない。それが野球です。そして、そんな野球の魅力を凝縮したような瞬間を作り出したのが、大谷翔平でした。試合終了を告げる瞬間、ドジャースの選手たちは喜びを爆発させます。スタンドではファンが立ち上がったまま、誰も席に戻ろうとしない。興奮が収まらない。そして、球場には大谷翔平を称える歓声が響き続けます。まるで試合が終わっていないかのようです。それだけ、衝撃的な結末でした。代打で登場した大谷翔平。そして、最後の最後に放った27号サヨナラスリーラン。この一打によって、ドジャースは劇的な逆転を完成させました。苦しい時間を耐え、最後まで諦めず、そして、最後の一瞬に全てをかける。その瞬間、大谷翔平のバットから放たれた打球は、スタンドの向こうへ消えていきました。そして球場は大爆発。誰もが叫び、誰もが笑い、誰もがその瞬間を目に焼き付けました。まさに、忘れられない一夜。まさに、劇的という言葉だけでは足りない結末。そして何より、大谷翔平はまた、勝負を決める男になりました。27号サヨナラスリーラン。その一振りは、ただのホームランではありません。ドジャースを勝利へ導いた、最後の一撃。そして、野球ファンの記憶に残る、あまりにも劇的な一打だったのです。この日、球場で起きたこと、
それは、最後まで諦めなかったチームと、最後の瞬間に全てを変えた一人のスターが作り上げた、まさに奇跡のような結末でした。大谷翔平、またしても、土壇場で見せました。そして、最後に残ったのは、ドジャースの劇的勝利と、27号サヨナラスリーランという衝撃的な記録でした。